お金を引き寄せる考え方、お金を引き寄せ続けていける人の特徴。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はお金を引き寄せ続ける人の特徴についてお話しします。日頃からお金に苦労している人とお金を引き寄せ続けている人と対照的なお話ですが分かりやすくお話をします。今日の話は自己啓発やスピリチュアルの世界では以前から言われていることになるので、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、私が一番大切だなと思うことをお伝えしたいと思います。まず前半で自分のスキル一つで稼げるようになった人はこういう特徴があるんです。というお話をして、後半ではお金を引き寄せるための考え方についてお話しします。今日の動画は私自身お金を稼ぐのが好きで、これからも今以上にもっと稼ぎたいと思っています。で、他にもいろんなことにも取り組んでるんですよ。お金のこととなるとどうしても話が尽きないんですよね。というわけで、まあ長くなりますが、聞いていただければと思います。まずはいろいろな人を観察して分かったことをお話しします。今回私が思うところのお金を引き寄せ続ける人の特徴についてのお話から始めたいと思います。と言っても、この話はスピリチュアルな話では全くありません。統計的にそういうことらしいということで聞いてもらえれば分かりやすいと思います。あと、この話は男性の方に当てはまるんじゃないかなと思います。まあ、女性は男性を選ぶ方法として聞いてみると面白いと思います。お金を引き寄せている人はお財布が綺麗なんですよね。これはもうテレビ、ネットや本などでもよく言われていることですが、最初この話を聞いた時はいやいやいや、と思っていました。でも、周りを見てみると、どうやら間違いはないようなんですね。でも、お金を引き寄せ続けている人が黄色い財布を使っているとか、そんなことではないのです。何色を使っていようが関係ありません。でも、ボロボロの汚い財布はダメなのですよ。貧乏な人は、まあ、貧乏そうに見えて、貧乏そうなものを持ち歩いている。でも、お金を引き寄せ続けている人は、お金持ちに見えてしまいます。後ほど、詳しくお話ししますが、見た目の違いは、ある程度の収入を得られないと見えないし、本人も意外と気づいていない。でも、こんなことを言うと貧乏人が貧乏に見えるのは当たり前という人もいると思います。しかし、それだけではありません。先ほども言いましたがこの話は、特に男性の方に当てはまります。なぜなら、女性の場合は、ファッションを気にしている、おしゃれな人が多いので、見た目に気を使っています。でも50年前だったら、この子は貧乏な子だなってことが、一目で分かったと思います。ですが、今は服がとても安く買える時代です。服がとても安く買えるので、お金があまりなくても、綺麗に着こなせますよね。しかし、男性はとてもわかりやすいです。なぜかというと、多くの男性はファッションに気を使っていないからです。例えば、あなたの周りには、こんな人がいるかもしれませんが、脇古したジーンズの後ろポケットにボロボロの財布を突っ込んだスタイル。それは私の意見ではもうありえないです。10代とかの若い子だったらもう仕方ないかなと思いますが、30歳、40歳になってやってる男は 100% お金は持ってないですし、この動画を見ている人の中で同じようにボロボロの財布を後ろポケットに突っ込んだスタイルを続けているのであれば、それはもうやめた方がいいと思います。貧乏な人に限って、こういう人ばっかりです。彼らの財布にはレシートとか、ポイントカードとか、意味不明なものがいっぱい。まあ、ゴミがいっぱい入っています。財布はゴミ箱じゃないんだから、もっと綺麗にしないといけない。だから、お金が逃げていくんです。ブランド物の財布を持てとか言っているわけではありません。綺麗な財布を使いましょうね、ってことなのです。できれば、お札を折らずに入れる長い財布の方がいいんですよ。というのもよく言われていますね。でも、周りを見渡して、統計的に見たら、そういうことみたいです。やはり正解なのです。最初は2000円とか3000円とかで買えるから、破れたりしたら、すぐに新しいのを買った方がいいです。まあ、すぐに買い替えた方がいいのですよ。さて、二つ目は、まあ、これもよく言われていることです。お金を引き寄せる人は、靴
靴が綺麗な人、どうやらこれも本当のことのようです。私の知人なんかもそうなんですが、なぜか貧乏な人だけはボロボロの靴を何年も履いています。でも、私の知人の中にいるお金持ちの人は、綺麗な靴を履いている、ブランド物の靴を履いていなくても、普通に綺麗な靴を履いています。では、なぜ靴なの？という素朴な疑問が出てくるかもしれませんが、それは誰もがファッションに興味を持っているわけではないからです。特に男性の場合は、ファッションに興味がない人が多いです。彼らは自分でトプスやボトムスをコーディネートすることができません。でも、お金持ちの人は、きちんとした服装をする習慣があるので、とりあえず、ここは、靴に気をつけた方が良いというのは間違いではないようです。財布もそうですが、高価なブランドの靴を履けと言っているわけではありません。今は2000円や3000円で靴が買える時代ですから、1年おきくらいに履き替えれば良いのです。先ほども言いましたが、問題なのはボロボロの財布を使っていたり、ボロボロの靴を履いていたりしていることです。まともな人はボロボロの財布を使っていたり、ボロボロの靴を履いていることは、それはもうありえないこと、考えられないこと、信じられません。だから、この異常性に気づかないといつまで経ってもお金を引き寄せられないのです。そして余談ですが、お金持ちでも安物の財布を使うことがあるということをお伝えしますが、例に当てはまらないパターンもあるのです。先ほどもお話ししましたが、お金持ちには2種類います。片方は努力して収入を増やした人、もう片方は裕福な家庭に生まれた人で、生まれた時からすでにお金持ちです。そして世の中のお金持ちの 90% は最初からお金持ちです。割合的にはもう自力でお金を作れる人はほとんどいないですし、自力でお金を作れる人はごくわずかしかいない。お金を持っている人の1割にも満たない。自力でお金を作れる人が少ないです。だから分析するのは容易です。何と言っても特徴的なのです。お金持ちに生まれた人でも安い財布を使っている人もいますし、お金に困っていないお金持ちが安い靴を履いていることもあります。ただ、ボロボロの財布やボロボロの靴を使っている人で、たくさんのお金を持っている人、これは、絶対にいないです。と断言できます。逆に、昔はお金に苦労していたけど、自力で成長して、それなりの収入を得られるようになった人がブランドの財布を使っている場合もあります。もちろん、必ずしもブランドの財布を持っているわけではありません。彼らはもうゼロベースから自力で収入を得てきている人で、レシートがいっぱい入ったボロボロの財布を使っている。そんな人をこれまで一人も見たことがありません。では、新しい靴や新しい財布を手に入れるとお金が貯まるようになるのかいう理由をお話ししましょう。新しい財布や新しい靴を買えば、なぜお金に困らなくなるのだろうと不思議に思う人もいるでしょう。しかし、これは引き寄せの法則が教えてくれていることと同じです。あなたの未来は、実は今のあなたが口にしている言葉や思考、それは今のあなたの行動によって作られているのです。だから、例えば、年間3000万くらい稼ぎたいと思ったら、年間3000万くらい稼いでいる。この人たちはどんな服を着ていて、どんな財布を使っているのか？それを真似してるだけで良いんです。これからの行動が将来なりたい自分になっていく。だから、これからは自分がどんな人間になりたいのかを意識して行動した方がいいです。ただし、これはお金の問題だけに当てはまるわけではありません。物事の因果関係を逆に考えれば、お金を引き寄せることができます。要は、思考が先に来て、現実が後からついてくる。それが、この世界の仕組みなのです。では、お金を引き寄せる思考についてお話しします。お金がない人は、お金がない理由は、どうでもいいことにお金を浪費しているからです。お金を余計なことに使ってしまっているのですね。もちろん、いろいろな理由で働けない人がいるのは理解していますが、仕事をちゃんとしてて、定期的に月15万とか20万とかの収入を得ています。それでもお金に困っている人がはるかに多いです。私の周りには、高級な仕事をしていてもお金に困っている人がたくさんいます。しかし、彼らのお金の使い方を見てみると、くだらないことにお金を使っていることが多いです。
例えばパチンコとか競馬などのギャンブルとか、他にもあるんですよ。アホみたいなことにお金を無駄に使ってるんです。他にも自己啓発とかスピリチュアルとかのセミナーに何十万も使ったり、高額なセミナーの教材を買って、こんなことをしている人がたくさんいます。これからの時代は情報が無料で手に入る時代です。だからこそ、高額なセミナーや教材は必要ないのです。もちろん、お金に余裕があれば、高額なセミナーや教材を買ってもいいと思います。でもまあ、お金に余裕がない人には必要ないですよね。私も本はたくさん読んでいますが、Amazon で古本を買うと数百円で買えます。読み終わったら、まあ、ヤフオクに出品するとか古本屋さんに持っていけば、またそこでお金になるんですけどね。その知識を得ようとしたり、勉強しようとしたりと、お金と時間をかけていました。でも今は、まあ、ほぼ無料で情報を得ることができます。スマホやパソコンで検索するだけですよ。わかりやすい話ですが、例えば、ビジネスで成功して利益を上げている人ほど、お歳暮とかお中元をたくさんもらっているということなのです。この現象は、身の回りを観察していればわかることです。このようなお金や物を引き寄せる流れは、最初に流れに乗るのが一番難しいところです。でも、一度流れに乗ってしまえば、その後は自動的にお金を引き寄せ続ける流れのようなものです。これは私も経験したことがあります。まあ、多分そうだと思います。ただ、難しいと思っている人も多いと思います。では、お金を引き寄せ続ける人の習慣についてお話ししましょう。今、お金を引き寄せ続けている人は、結局のところ、いつもプラス思考で幸せなんですね。ただ、普段から文句や不平不満を言わないだけです。普段から文句を言ったり、愚痴を言ったりしない。好きでもないことをしたり、好きでもない人のために仕事をしたりすることに時間を費やすこともないし、サービス精神から喜んで仕事をしています。もちろん、目に見えないところで収入を増やす努力はしています。ただ、努力というと、大変だと思う人も多いかもしれませんが、それなりの理由があって努力しなければならないとき、あなたが今、天命に従って正しい方向に向かっているときには、必ず喜びを感じるようになります。楽しいから、人の何倍も働いても疲れませんし、ストレスもたまりません。その結果、実際に楽しみながら収入を増やすことができますし、楽しみながらお金を稼ぐことができます。つまり、人を引きつけ続ける人になれるのです。これが正しい生き方、働き方であり、幸せになるための方法だと言えるのです。ただ、今の日本の現状を語るならば、もちろん前向きな気持ちでサービス精神を持って仕事をしている人はたくさんいます。その中には、お金を稼ぐことが目的ではない、という人もいます。今の状況では、例えば、人の何倍もの競争心を持っていて、ビジネスは戦いだ、と思っている人であれば、常に攻めの姿勢で必死に戦って収入を増やしている人もいます。そういう人がお金を集め続けることができるというのは、今の社会の仕組みです。しかし、時代は目まぐるしく変化しています。これからは競争意識がなくてもビジネスを戦いと捉えた働き方をしなくても十分に稼げるようになります。そんな風になってきています。ビジネスの仕組み自体も技術の進歩とともに変化してきています。その結果、これからの時代は人々の幸せに貢献するために明るく前向きに考えていかなければなりません。世の中は変化しているのです。最後にお金の悪口を言うのをやめましょう。まあ、たまにこんな感じでお金の話をします。あなたはお金に縛られているとか、そういうことを言う人もいますが、私はそんなことはありません。お金に縛られているわけではなくて、単純に仕事をしていて、お金を稼ぐのが好きですし、自分で商売をやっている人でお金儲けが嫌いな人なんていません。逆にお金なんか必要ないんだって思ってたら本当にお金がなくなりますので、この考え方はやめた方がいいんですよ。では、どんな人がお金の悪口を言っているのかというと、おそらく自分自身で働かずに最初からお金持ちか、お金を引き寄せること自体を諦めているのか、このどちらかだと思います。この地球は3次元の物質世界であり、今の時代にこの地球で幸せに生きたいと思うならば、お金はまだ必要です。
でも、そのお金は多分、50年後か100年後かはわかりませんが、将来的にはなくなってしまうでしょう。でも、今の時点ではお金は必要です。今、日本に住んでいて、お金が必要だと思っていない人がいるとしたら、まあ、生活するために働いた経験がない人かもしれませんね。また、貧しさを美化してはいけません。貧乏を受け入れることは、まあ、精神的には全く良いことではありませんし、高尚なことでも何でもありません。なぜかというと、今の日本の時代、魂の精神性を高めようと思えば土台となる物質的に充実した状態でなければならないからです。簡単に言うと、魂のレベルを上げるための人生の修行をするにはお金も必要なのです。ということです。だから、お金は必要ないと思ってはいけません。でも、お金がないのであれば、それについて世間に文句を言うのはもっと良くないです。お金がないなら、今あるものに感謝して、私はお金持ちです。私は幸せです。と言っていれば、もうお金の心配をする必要はなくなります。なぜかと言いますと、思考が先に来て、現実が後からついてくるからです。というわけで、今日もありがとうございました。視聴者の皆様の何かお力になれれば幸いです。応援していただける方に感謝したいと思います。気に入っていただけましたらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。The channel of attracting happiness wish.